第一章嵐の前の静けさ。深夜2時、街の呼吸が止まったかのような静寂の中、郊外にポツンと浮かび上がるコンビニエンスストアデイリーマート店。その蛍光灯の白い光の下で、山田健太24は、黙々と商品の補充作業を続けていた。かつ、自身のスニーカーが、磨き上げられた床を叩く乾いた音だけが、店内に響いている。健太は、この仕事が好きだった。大学の学費を稼ぐために始めたアルバイトだったが、卒業後もやりたいことが見つからず、結局この店で正社員登用を目指すフリーターとして落ち着いていた。今では深夜帯の責任者、つまりワンオペを任されている。時給が良いからという理由だけでなく、客足が途絶えるこの時間帯、完璧に整頓された商品を眺める瞬間に小さな達成感を感じていた。ここは彼にとって自分の城だった。次に訪れる客がいつだって気持ちよく買い物できるように、その一心で彼は真面目に誠実にこの小さな城を守っていた。よし、ドリンクの補充は完了。賞味期限のチェックも OK。次はスナック菓子だな。健太がバックヤードに戻ろうとかかとを返したその瞬間だった。第2章招かれざるバズ。キーン。けたたましい電子音とともに自動ドアが乱暴に開かれた。健太がいらっしゃいませと反射的に声をかけようとした瞬間、その言葉は驚愕とともに凍りついた。ウェイ。皆さんこんばんは。深夜のコンビニに突撃だぜ。店になだれ込んできたのは派手な金髪に顔を半分隠すような不気味なピエロの覆面をつけた男だった。男は片手にスマートフォンが固定された自撮り棒を掲げ、カメラに向かって甲高い声で叫び続けている。今日のターゲットはここ、デイリーマート店。店員はワンオペ発見。反応が楽しみだぜ。健太の心臓が警告音のようにドクンと大きく跳ねた。なんだこいつは。頭の片隅で最近テレビやネットニュースで頻繁に目にする迷惑系 YouTuber という忌まわしい言葉が赤信号のように点滅する。男は獲物を見つけた肉食獣のようにニヤニヤと笑いながらカメラを健太に向けたままレジカウンターに近づいてきた。よー、店員さん。今、どんな気持ち？俺様、チャンネル登録者数50万人超え、バズリッパー様のご登場だぜ。健太は緊張で乾ききった喉をなんとか潤し、トレーニングマニュアルで教わった通りの対応を震える声で絞り出した。お客様、申し訳ありませんが、当店では許可のない店内での撮影はご遠慮いただいております。第3章エスカレートする悪意。健太のその必死の抵抗はバズリッパーの甲高い嘲笑によって無残にかき消された。はぁ？撮影禁止？そんなの関係ねえ。俺様がこうして動画を撮ってやってんだ。お前の店バズらせてやってんだよ。感謝しろ。底辺バイト。バズリッパーはそう吐き捨てると健太を無視して店内を我が物顔で練り歩き始めた。このポテチ新発売か？どれどれ。彼はわざと商品棚に全体重をかけて体当たりし、ガシャンという耳障りな音とともに数十袋のスナック菓子が床に雪崩のように散乱した。落ちちゃったぜ。店員さん、仕事だぞ。それだけでは飽き足らず、彼は床に落ちた一袋を拾い上げると、健太の目の前でバリッと音を立てて踏みつけた。これ、ゴミになっちゃったな。ちゃんと掃除しとけよ。社会の底辺。健太は奥歯をギリリと噛みしめた。怒りで目の前が赤く染まる。だが、健太が散らばった商品を拾おうとかガンだその背中にバズリッパーはさらに悪意を重ねた。ドリンクコーナー。冷えてるか？彼は冷蔵庫の扉を勢いよく開け放ち、エナジードリンクを数本つかむとレジカウンターに叩きつけるように置いた。おい、これいくらだ？俺様が買ってやるよ。健太が無言でレジを打とうとするとバズリッパーはやっぱやめたと叫び、ドリンク缶を床に叩きつけるふりをした。健太がビクッと体を震わせるのを見て、彼は腹を抱えて高笑いする。だっせ、ビビりすぎだろ。さらに彼は自分のスマートフォンを取り出すと、著作権など無視した派手なダンスミュージックを店内に大音量で流し始めた。静かだった健太の城は一瞬にして悪意と騒音に満ちた無法地帯へと変貌した。おい店員、お前顔色悪いぞ。生きてる？
社会の底辺って感じの顔してんな。カメラ越しに浴びせられる容赦ない人格攻撃。健太の尊厳はズタズタに引き裂かれていった。第4章孤立無縁の恐怖。健太の体は怒りよりも先に純粋な恐怖で震え始めた。時刻は深夜2時半。この状況を助けてくれる人間は誰もいない。頼りになるのはバックヤードにつながる非常通報ボタンだけ。警察だ、警察を呼ばないと。しかし健太がバックヤードの扉に一瞬でも視線をやるとバズ・リッパーは敏感に察知した。おいおい、どこ行こうとしてんだ？通報しちゃう？いいぜ、呼べよ呼べよ。警察が来た方がこの動画もっと神回確定だぜ。彼は全くひるんでいない。むしろ警察沙汰になることすら最高のコンテンツとして楽しんでいる。健太は警察を呼ぶことを躊躇してしまう自分がいた。もし通報したら逆恨みされて帰り道に何をされるかわからない。こんなことで警察を呼んだら逆に俺が怒られるんじゃないか？大げさだって。ネットに俺の顔がさらされてこのバイトもクビになるかもしれない。最悪の事態ばかりが次々と頭をよぎる。その時ヒリーンと自動ドアが開く音がした。一瞬助けが来たと健太の顔が明るくなる。しかし店に入ろうとした中年の男性客は大音量の音楽が鳴り響き商品が散乱する店内の異様な光景とピエロの覆面で奇声を上げる男の姿を見て顔をしかめ舌打ちをしながら足早に立ち去っていった。その背中が健太の最後の希望を打ち砕いた。誰も助けてくれない。健太は完全に孤立した。逃げ場のないコンビニという密室で悪意のカメラにさらされ続ける絶望が冷たい水のように健太の足元から這い上がってきた。第5章バックヤードの教え。もうどうすればいいんだ？俺が我慢すればこいつは満足して帰ってくれるんだろうか。健太が立ち尽くし全てを諦めてうつむきかけた。その時彼の脳裏にバックヤードの壁に古びて貼られた一枚の紙が鮮明に浮かび上がった。迷惑行為悪質クレーマー対応マニュアル。それは健太がこのバイトを始めたばかりの頃同じように深夜の迷惑客に絡まれ心が折れて辞めていた先輩田中さんの姿と重なった。あの日の田中さんはバックヤードで健太くんごめん俺もう無理だと子供のように泣き崩れていた。しかしその数日後田中さんは吹っ切れたような顔で店にやってきた。これ弁護士っていう専門家に相談して作ってもらったマニュアル。俺のあだ取ってくれとは言わない。でも健太くんはこれを使って自分を守ってくれ。健太はそのマニュアルの内容を必死に反芻する。1、まずは冷静に注意する実行済み。2、相手がやめない場合証拠を保全撮影する。3、明確に退去を要求する。4、それでも応じない場合即座に110番通報。不退去罪で現行犯逮捕を求める。不退去罪？田中さんは言っていた。帰れと店側が言ったのに正当な理由なく居座り続ければそいつはもう客じゃない、ただの犯罪者だと。健太の目に弱々しい光ではなく決意の炎が灯った。田中さん俺逃げません。ここは俺の城だ。俺が守らないといけない。第6章反撃の赤いランプ。おいどうしたんだよ店員、急に黙っちゃって。放送事故だぞ。俺の BGM が良すぎて聞き惚れてたか？バズ・リッパーが大音量の音楽に合わせて下品に腰を振っている。健太はゆっくりと顔を上げた。もうその目に怯えはなかった。健太は無言でレジカウンターの中に戻ると乱暴に置かれたエナジードリンク缶を片手で押しのけレジ下の棚から私物のスマートフォンを手に取った。何？お前も俺を取るのか？いいぜ、 SNS で晒してやるよ。コンビニ店員が客を盗撮。これは犯罪だってな。バズ・リッパーは健太が自分と同じ土俵に上がってきたと勘違いしさらに興奮して叫んでいる。しかし健太は動じない。彼はホーム画面からビデオカメラのアプリを起動しバズ・リッパーに冷静に告げた。いいえ、これは盗撮ではありません。防犯およびあなたの迷惑行為の証拠保全のための録画です。あなたの行為はすでに店内の防犯カメラにも記録されていますが音声も含めてより明確に記録させていただきますな。健太の予想外に冷静な反論にバズ・リッパーの言葉が詰まる。健太は
バズリッパーの顔と彼が散らかした商品棚、そして時計がはっきりと映り込むようにアングルを調整し、録画ボタンを押した。スマートフォンの画面の隅に小さな赤い録画ランプが灯る。それは健太の静かだが確実な反撃ののろしだった。第7章退去してくださいという最後通帳。録画が開始されたことを確認し、健太は口を開いた。その声は自分でも驚くほど低く、揺るぎないものだった。お客様に通告します。お客様の現在のご行為は、商品への意図的な損壊、大音量での騒音、従業員への威嚇、および罵倒を含んでおり、当店の業務を著しく妨げています。健太は一度息を吸い、マニュアルにあった法律用語をはっきりと口にした。これは威力業務妨害罪および軽犯罪法上の迷惑行為に該当する可能性が極めて高いです。法律？知るかよ。そんなもん。バズリッパーが悪態をつくが、その声には明らかに動揺が混じり始めていた。健太は畳みかける。当店はこれ以上の迷惑行為を一切容認できません。あなたはもはや当店が歓迎するお客様ではありません。そしてマニュアルの3をバズリッパーの目に真正面から叩きつけた。今すぐこの店から出て行ってください。これは店長代理山田健太としての正式な退去要求です。第8章悪あがきとサイレン。静まり返った店内に大音量の BGM だけが虚しく響く中、健太の退去要求が突き刺さる。バズリッパーは一瞬明らかにひるんだ。しかし彼の手元で回るカメラのレンズが彼のちっぽけなプライドを刺激した。ここで引き下がったら俺の動画が神回にならない。店員に論破され逃走なんて視聴者に見せられない。彼は最悪の選択をした。退去？ふざけんな。俺はまだ何も買ってねえぞ。商品を見るだけなら客の権利だろ。あなたはすでに商品の安全な閲覧という範囲を著しく逸脱しています。退去要求に応じない場合、警察に通報します。3秒待ちます。健太は録画中のスマホを向けたまま冷徹にカウントダウンを始めた。3、おい、脅しかよ。2、やめろよ。1、上等だ。呼べよ。俺は帰んねえよ。絶対にだ。バズリッパーがそう叫び終えるのと、健太が110番通報のボタンを押したのはほぼ同時だった。健太は通話をスピーカーモードに切り替えた。はい。110番、事件ですか？事故ですか？バズリッパーの顔が覆面の上からでもわかるほどに蒼白に変わっていく。事件です。今、町のデイリーマートですが、迷惑行為を行う不審者に退去を要求しましたが、帰らないと居座り続けています。不退去罪の現行犯の可能性があります。至急、警察官の臨場をお願いします。遠くから夜の静寂を切り裂くサイレンの音が急速に近づいてくる。第 9S 章不退去罪という鉄槌。わずか数分後、コンビニの前にパトカーが急停止した。屈強な警察官が2人、自動ドアをすり抜け、店内に足早に入ってくる。110番通報した方は、私です。健太が手を挙げると、バズリッパーは慌てて自分のスマホの録画を停止し、警察官に泣きつくように駆け寄った。おまわりさん。助かった。違うんすよ。こいつが急に俺のこと犯人扱いして、俺、ただ買い物してただけなのに、いきなり録画してきて、っていうか、俺のこと知らないんすか？超有名 YouTuber のバズリッパーですよ。こんなの国家権力の乱用だ。不当逮捕だ。必死に嘘の主張と虚勢を並べ立てるバズリッパー。店員さん、どういう状況ですか？ベテランらしき警察官が冷静に健太に尋ねる。健太は録画を停止し、その動画ファイルを警察官に提示した。これをご覧ください。今しがたのやり取りを全て記録してあります。警察官は健太のスマートフォンで動画を再生する。そこにはバズリッパーの罵詈雑言、商品棚を荒らす姿、床に散乱した商品、大音量の音楽、そして今すぐこの店から出て行ってください。上等だ。呼べよ。俺は帰んねえよ。絶対にだ。健太の明確な退去要求とバズリッパーの明確な不退去の意思表示が動かぬ証拠として完璧なまでに記録されていた。動画を見終えた警察官は深くうなずき、
バズリッパーに向き直った。はい。状況はわかりました。俺は帰んねえよ。絶対にだ。これはあなたの声ですね。違うあれは、そのノリで動画のネタで、警察官は、首を横に振った。ノリではすみません。店側からの正当な退去要求があったにもかかわらず、あなたは正当な理由なくこの場に居座り続けた。これは、刑法第130条、不退去罪の現行犯と認めます。署までご同行願います。逮捕？嘘だろ？バズリッパーは両腕をつかまれ、信じられないという表情で警察官を見つめている。俺の神回が、俺の動画が、抵抗も虚しくパトカーに押し込まれていく彼の姿を、健太は、ただ静かに見つめていた。第10章再生された日常。健太が提出した完璧な証拠映像は、検察に送られ、バズリッパーは、不退去罪に加え、威力業務妨害の容疑でも捜査された。彼は動画のネタだったと主張したが、健太の証拠映像があまりにも鮮明だったため、弁解の余地はなく、略式起訴による罰金刑が確定した。彼の人生に、前科という重い十字架が刻まれた瞬間だった。だが、制裁はそれだけでは終わらない。この一件を報告されたコンビニ本社は、健太の勇気ある行動と完璧な証拠保全を高く評価。そして、法務部が動き、バズリッパーに対して民法第709条不法行為に基づく多額の損害賠償請求を通告した。請求額は廃棄処分となった数十個のスナック菓子台床の特殊清掃費用警察の現場検証による一時休業で生じた逸失利益、そして企業のブランドイメージを著しく毀損したことに対する医療を含み、彼の YouTube チャンネルの収益などでは到底払いきれない数百万円にも上るものだった。当然、彼のチャンネルは規約違反で停止、ネットニュースでも迷惑系 YouTuber、コンビニ店員に完全論破され、現行犯逮捕と報じられ、彼の本名や顔写真も瞬く間に拡散した。彼が求めていたバズりはデジタルタトゥーという最悪の形で実現した。後日、彼の両親が泣きながらコンビニ本社と健太のバイト先に謝罪に訪れたが、健太はもうそこにはいなかった。数日後、いつものように深夜のコンビニで働く健太の姿があった。カツと床を叩くスニーカーの音、あの夜と変わらない静かな自分の城。彼はバックヤードに貼られたもうボロボロになったマニュアルを愛おしそうに撫でた。田中さん、俺城を守れましたよ。健太は法律の知識が、そして一歩踏み出す勇気が自分自身と自分の大切な場所を守る最強の武器になることをこの夜確かに学んだ。法律 Tips コーナー。今回のケースのように悪質な迷惑行為に遭遇した場合、感情的にならず冷静に対処することが重要です。知っておくと自分を守る武器になる法律や制度をご紹介します。1、軽犯罪法業務妨害など、今回のように店内で大声を出したりみだりに騒いだりする行為は軽犯罪法の業務妨害や迷惑行為に該当する可能性があります。まずは冷静にやめてくださいと注意することが第一歩です。2、刑法第130条不退去罪。お店や施設には客を選ぶ権利施設管理権があります。店側が迷惑行為を行う客に対し出て行ってくださいと明確に退去を要求したにもかかわらず、正当な理由なく居座り続ける行為は不退去罪という犯罪になります。今回のケースのようにこの退去要求と居座り続ける意思を証拠として記録することが非常に重要です。3、民法第709条不法行為による損害賠償。迷惑行為によって商品が壊されたり、清掃が必要になったり、店の営業が妨害されたりした場合、その損害について民法第709条に基づき、犯人に損害賠償を請求することができます。4、証拠保全と即時通報。身の危険を感じたり、退去要求に応じなかったりした場合は、ためらわずに110番通報してください。その際、相手の迷惑行為や帰らないという発言をスマートフォンで録音・録画することは、自分を守り、相手の罪を立証する最強の証拠となります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン
188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。